こんにちは、シャチパンです。さて今回は除湿機についてです。除湿機は密かに人気で、実は3人に1人が使っています。ジメジメした梅雨時に使ってみたら、もうびっくりするぐらいドバドバ水が取れて快適になったという話はよく聞きます。その他には洗濯物の乾きづらい冬に部屋干ししてもカラッと乾かしたり、生乾き臭にも強いです。意外とあると便利な除湿機。今回は大手5社の特徴や評判の最新情報をお届けします。それではやっていきましょう。はじめに除湿機の使い方について簡単に触れておきます。大きく分けて2つあります。それは部屋の除湿と衣類乾燥です。ジメジメして不快な梅雨の時期は、冷房で部屋を冷やすよりも実は湿度を下げる除湿運転の方が快適です。高湿な環境では実は体感温度が高く、この状態で例えば冷房で室温だけを下げていってしまうと体が冷え切ってしまい、気づいたら風邪をひいてしまっていたというケースもよく見かけます。快適な環境は温度だけではなく湿度も同じくらい大事なのです。それから黒カビを年中防ぐことができます。湿度が高いのは何も梅雨時だけではなく、冬でも温度差によって窓が結露しますし、そもそも最近の住宅は気密性が高く、空気の入れ替えが行われにくいので湿度が高くなる傾向があります。そうするとカーテンや壁、クローゼットや押し入れに至るまでカビで汚れ腐食してしまうこともあります。カビは一度生えるとなかなか落ちづらく、放置しておくとどんどん広がり、家が傷むだけではなく撒き散らす胞子によって健康被害を招くこともあります。普段の予防が大切です。衣類乾燥は除湿機にはだいたい衣類乾燥モードが搭載されていて、乾いた風を当てることで衣類を乾燥させます。雨の多い梅雨時はもちろんですが、洗濯物が乾きづらい冬の季節、防犯的な観点や花粉対策で部屋干しなど導入される方も多くなってきています。乾燥機で乾燥させてもいいですが、シワや衣類傷みが気になるおしゃれ着はやはり干したい方もいらっしゃいますし、部屋干ししても長いこと乾かないと雑菌が繁殖し、生乾き臭がついたりします。そのため人によってはもっと早く買えばよかったと感じるほど人気な家電となっているようです。衣類乾燥のコツは、洗濯物の水分は重力で下に溜まっていくので、洗濯物の下からあるいは下部に乾燥風を当てるようにすることと、除湿する空間を小さくすることです。部屋は狭い方が効果は高く、ドアはしっかり閉め、他のエリアから湿気が入ってこないようにすると効果的です。洗濯物の干し方は、拳1個分間隔を空けて、量が多い時はアーチ状に干すことで空気の通りが良くなります。バスタオルと一緒に乾かしたい時は、このようにバスタオルは下にし、両端をずらして干すといいでしょう。サーキュレーターや扇風機を併用し風を当てることでも乾燥効果をより高められます。高温多湿な日本で生活する上で、湿気は切っても切り離せない関係です。いかに上手に付き合っていくかがポイントですね。それでは早速、大手5社パナソニック、コロナ、シャープ、三菱電機、アイリスオーヤマの比較をしていきましょう。まずは除湿方式。見慣れない単語が並んでいますが、除湿機を選ぶにあたり方式が最も重要です。後で失敗したと後悔することのないよう、それぞれの特徴をしっかり押さえておきましょう。除湿方式は大きく分けて3つありますが、昨年からパナソニックがエコハイブリッドという独自方式を採用しています。順番に解説していきます。まず1つ目はコンプレッサー式。コロナ、シャープ、三菱電機、アイリスオーヤマと多くのメーカーが採用しています。これはエアコンの除湿と同じ方式で、空気中の水分を冷やすことで結露させ除湿します。まず室内の湿った空気を冷却機で冷やし結露させます。ここで結露させた水滴はタンクへ流れ落ち溜まっていきます。これは冷たいコップを置いておくと
夏場はみるみる結露して水滴がつくのと同じ原理です。湿気を奪われた冷たい空気はそのまま室内に戻すと部屋が冷えてしまいますので、今度は放熱器で再度温めてから室内に乾いた空気として戻されます。そしてまた湿気を含んだ空気となって戻ってきます。この一連のサイクルを回し除湿していくわけです。特徴は何といってもエアコンと同じように熱効率が良く電気代が安いこと、それから温度差を利用して結露させるので、夏場のように気温が高いと除湿能力も高くなります。一方デメリットは冬場では著しく性能が落ちることです。冬場は空気が冷たく温度差が生じづらいからです。冬場は冷たいコップが夏に比べあまり結露しないのと同じ原理です。またエアコンの室外機が部屋にあるような環境なので動作音がやや大きめです。年中使えるという宣伝をしているメーカーも中にはありますが、この方式では難しく、冬場は部屋を暖房で温める必要があるでしょう。続いてデシカント式、パナソニック、シャープ、アイリスオーヤマがこの方式をとっています。乾燥剤で湿気を除去する仕組みです。空気中の湿気をこの乾燥剤である除湿ローターに奪わせます。これはお菓子や海苔などのパッケージに入っているシリカゲルのように周囲の水分を吸着させる性質があります。次に除湿ローターが回転し、湿気を吸着した部分がヒーターで温められ、湿気が熱交換器に向けて放出されます。すると湿気が熱交換器で冷やされ、結露した水分がタンクに溜まっていきます。一方除湿ローターで温められた乾いた空気は部屋に戻っていきます。この一連のサイクルを繰り返して部屋を除湿していく方式です。特徴はコンプレッサー式と違い、ヒーターを備えるため冬でも除湿できることです。これが大きな違いです。またコンプレッサーがない分軽量で小型なものが多いです。デメリットはヒーターを用いるため電気代がかかることです。それから年中使うことができますが、コンプレッサー式よりも除湿量が少ない傾向で室温を上昇させます。夏場は室温が上がっても除湿されるので、思っていたより不快には感じないという意見もありますが、気になれば冷房と併用となるでしょうか。3つ目はハイブリッド式。長らくパナソニックだけが対応していましたが、2021年からシャープが、2024年からアイリスオーヤマも参入しました。除湿の仕組みは季節や気温に応じてコンプレッサー式、デシカント式をうまく使い分けるというものです。特徴は何といっても年中使えることです。冬には使いづらいコンプレッサー式の弱点をデシカント方式を取り入れることで克服しています。また電気代も両者の中間くらいの水準で抑えられます。デメリットとしては本体価格が高めなこと、両機能を備えるため大きめなことです。最後にパナソニック独自のエコハイブリッド。名前からして先ほど触れたハイブリッド式の進化系かと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではなくコンプレッサー式と空冷除湿方式を組み合わせた方式です。まずは部屋の湿った空気をコンプレッサー式と同じく冷却器で除湿。次にそこで冷えた空気を再利用して別経路から取り込んだ部屋の空気も除湿します。部屋の空気の取り込み口が2系統あり、それぞれ別々に除湿するような方式で、特徴は再利用による除湿で電気代が安く、メーカー公表で従来比3分の1としています。ただし冬季の除湿はヒーターを備えるハイブリッド式の方が有利で、この電気代だけの見せ方はいささか議論の余地があるかもしれません。それぞれの特徴を比較してまとめるとこのようなイメージです。夏だけでいいって方はコンプレッサー式、年中使いたいとなると本体代を安く抑えたいならデシカント式、しっかり乾燥させたい場合はハイブリッドがヒーターを備えており冬にも強いです。電気代も抑えたいよということであればヒーターの代わりに空冷除湿の仕組みを採用した
エコハイブリッドとなるでしょうか。どれが特段優れているといったことはなく、ご自分のニーズに合ったものを選ぶといいです。なお、尺の都合もありますが、デシカント式は除湿量が他の方式より劣るので、こちらのみ候補から外し、今回比較していきます。次に除湿量。下位モデルから上位モデルまで1日で何リットル除湿できるかを記しています。昨年から若干の数字の変更はありましたが、全体傾向は変わっていません。パナソニック、シャープ、アイリスオーヤマは除湿方式が複数ありますので、括弧内に方式の頭文字を記載しています。数字ばかりで少し読みづらいかもしれませんが、ご理解いただけると嬉しいです。さて、こうしてみるとモデル間でかなりの差があるのがわかります。衣類乾燥目安としては6から7リットルが 2.5 人家族、10リットルが4人家族、17リットルクラスとなるとまとめ洗いなどする方向けで、このクラスとなると木造でも20畳クラスのリビングに使えそうです。だいたい各社6リットルから18リットルまでのラインナップを揃えていますが、三菱電機が除湿量でいうと最も多く優れています。一方、アイリスオーヤマのコンプレッサーモデル、シャープのハイブリッドモデル、パナソニックのエコハイブリッドモデルの最大除湿量は少し見劣りします。なお、デシカント式は他の方式ほどは除湿できず、最大でも10リットルくらいまでが対応除湿量となります。続いて、洗濯物の乾燥時間。乾燥時間は日本電気工業会自主基準であるジェマの定めた試験に基づき実施されています。 T シャツやパジャマやタオルなど約2キロ相当の洗濯物の乾燥時間を記しています。各社が適当な基準で測定した値ではありませんが、薄手のものが多いので実際の乾燥時間はこれ以上となるでしょう。除湿量だけで決まると思ってしまいそうですが、送風するシステム、いわゆるどれだけ効率的に風を送れるかもポイントで、ルーバーは各社工夫が見られます。ただし、モデルグレードによっては自動スイングではなく手動でしか動かせないタイプもありますので、確認しておくといいでしょう。各社のスペックを比較してみると、三菱電機の下位モデルが非公開ですが、4社の上位モデルはそう大きな差はありません。一方、下位モデルの差は大きく、パナソニックがだいぶ短く、除湿量のスペックだけでは決まらないということがわかります。なお、コロナはコンプレッサーモデルでありながら他社のハイブリッドモデルと張り合えるのは例外的にヒーターを備えているためです。ハイブリッドモデルを意識しての対抗手段でしょう。一方、シャープや三菱電機のコンプレッサーモデルはヒーターを積んでいないので、乾燥時間は全体的に長めです。次に光熱費。上位モデルの通常除湿運転3時間あたりの電気代を算出しています。括弧があるものはヒーターを使用した場合の電気代で、衣類の乾燥運転や冬季での運用はこの水準に近くなります。こうして比較してみると、通常運転時はエコハイブリッド方式が一番安く、およそ3分の2、1ワットあたりの除湿効率も最も高いでしょう。さすがエコとついているだけのことはあります。ヒーターを含めた運転はパナソニックが少し悪く見えますが、除湿量に応じた光熱費で考えると、むしろコロナの水準が高いと考えるべきでしょう。ヒーターを用いることで各社電気代はおよそ2倍程度となります。なお、シャープのコンプレッサーモデルは今期より風炉構造の見直しがなされ、電気代が 10% 低減されました。続いて価格です。各社の上位から下位モデルの現価格を記しています。お店や販売時期、モデルによって変わりますが、アイリスオーヤマが頭一つ抜きんでて安く、コロナ、シャープ、三菱電機は除湿量で揃えた場合ほぼ同価格帯。パナソニックとシャープのハイブリッドモデルが高い傾向です。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、ご購入を検討中の方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。口コミ数百件分の分析データとなります。
夏の除湿量については各社満足されている方も多く、衣類の乾燥や部屋の除湿などしっかり活用できているようでした。一方、冬の季節ではコンプレッサー式の除湿低下を嘆く声がありました。除湿方式の特徴を調べず購入された方も一定数いらっしゃって、こんなはずではとなってしまったようでした。モデルによっても違いますが、室温が15度以下であると除湿量は著しく落ちます。暖房の補助が必要でしょう。また静音性についても各社不満の声が多めでした。音の感じ方は個人の差が大きく、静音運転にしても寝室に置けるかどうかは人それぞれとなりそうです。パナソニックはハイブリッド式によって一年中使えると好評でした。冬ではデシカント方式に切り替わりヒーターを使うのでオールシーズン使えます。それからハイブリッド式は本体が大きめになりがちですが、下位モデルは比較的小さめで高さも低く、洗濯物の下に置いて乾燥できると好評でした。下位モデルなので除湿量は控えめですが、風を下から当てられるので乾燥時間短縮につながります。ただしその分タンクは小さめです。悪かった意見としては、全体的に価格が高めなこと、注目のエコハイブリッドモデルではキャスターが横方向しか進まないこと、タンクの水位が見づらいという声がありました。続いてコロナはヒーターを備えている上位機種の乾燥時間が業界トップクラスで好評でした。それからコップ1杯の水で熱交換器を洗浄できるのが嬉しいという声がありました。熱交換器にホコリやゴミが付着すると性能が低下しますが、このようにコップ1杯の水を注ぐだけで汚れを洗い流してくれます。ただしこの方法ではホコリは落とせてもカビは難しいので、お湯を注げたらなお良かったでしょうか。それからヒーターオンオフが好評でした。マニュアルでコンプレッサー式とデシカント式をオンオフできるようなもので便利です。乾燥が乾きづらくなってきたなと感じたらオンにしたり、状況に応じて使い分けることができます。一方、悪かった意見としては少しうるさいという意見が他社より多く感じました。それから衣類乾燥でもう少し風が横に広がってほしいという声がありました。次にシャープは連続運転がいいという声がありました。大体の除湿機は切り忘れ防止のため12時間ないし24時間で電源が自動で切れるオートオフ機能が備わっていますが、シャープは設定から解除できます。今では各社備わっている本体の排水口にホースをつないで溜まった水をお風呂場などに捨てる連続排水モードと組み合わせることでずっと稼働させることができます。また除菌効果のあるプラズマクラスター機能が好評でした。洗濯物の匂い除去に効果があるようです。それから今期のコンプレッサーモデルから採用された感動タンクの使い勝手が良さそうです。水圧で蓋が開く仕組みなので手軽に水を捨てることができるとしています。これはもう感動するってくらい楽なんでしょうか。自分で言っちゃうんだって思いましたが、シャープのネーミングセンスは他の家電を見てても虫や動物にちなんでいたりしていつも面白いですね。ちなみにシャチパンのネーミングは社畜とパンダからできています。悪かった意見としては今期から改善はしつつありますが、コンプレッサーモデルの乾燥時間が少し長い、コロナと同じく少し音が気になるという意見がありました。乾燥時間に関してはヒーターを用いない分長くなりますが、電気代とのトレードオフなのでない方がいいという方もいらっしゃいそうですね。それから下位モデルのルーバーが手動で調整するもので自動でスイングしてほしいという意見がありました。ルーバーはシャープだけに限らずモデルによって上下は自動でスイング、左右は手動で調整など各社様々なので、衣類乾燥を考えている方は忘れず確認しておきましょう。続いて三菱電機はシャープと同じく連続運転と組み合わせた排水が好評でした。電源が切れることなく除湿しながら排水することができます。また少量の衣類を乾かしたいときに
狙ったポイントに集中的に送風できる光ガイド機能が好評でした。このように光ガイドで狙いを定めて送風し、乾燥時間を短縮することができます。悪かった意見としては、部屋の除湿をメインに設計されているのか、除湿量は多いですが衣類乾燥時間は長いこと、それからタンク容量は大きいものの他社にはあるハンドルがついておらず運びづらいという声が上がっていました。排水タンクは頻繁に持ち運びすることになるかと思いますので、可能であれば取り出しや装着など実機で試しておいた方がいいでしょう。次にアイリスオーヤマは何といってもコスパを褒める声が多くありました。他社と比較してもかなり安い水準ですが、基本性能は備わっています。価格勝負でここに勝てるところは少ないでしょう。悪かった意見としては、三菱電機同様排水タンクにハンドルがないモデルが多く取り扱いづらいという声がありました。それから故障が多い、静音性を指摘する声が他社より多く感じました。ここらは価格を考えると仕方ないのかもしれません。最後に満足度です。これは現モデルから1つ前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。満足度は全体的に高い傾向ですが、今回は三菱電機が最も高く、次いでパナソニック、コロナ、そしてシャープ、アイリスオーヤマという順になりました。三菱電機は純粋に除湿量が多くパワーが好評、パナソニックは価格が高いものの一定の支持を得られているようでした。一方アイリスオーヤマはコスパはいいものの、静音性や排水タンクの使いやすさが点数に影響してしまった印象でした。参考にしてみてください。選び方としては、とにかく価格が最優先だという方はアイリスオーヤマ、夏の時期部屋の除湿がメインだという方は三菱電機、部屋の除湿だけではなく衣類乾燥も重視したいということであればコロナ、シャープ、さらにオールシーズン使いたいって方は各社のハイブリッドモデル、電気代も抑えたいということであればパナソニックのエコハイブリッドモデルが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。